どうも、あつしです。今回は技につなげるための足払いの練習について解説をします。それでは早速始めます。足払いの練習っていうことで、柔道の技の中に足払いっていう技はありません。足払いとしてよく言われるのが送り足払いとか出足払い、そういう技名はあるんですけど、足払いっていう技名はないです。ただ足払いとか足技をして次の技につなげるっていうことで、足を払う練習とか足を使う練習っていうのがありますので、今回はそれについて解説をしていきます。先ほど足払いとしてよくあるのが出足払いとか送り足払いということで、出足払いは出ている足に対して足を払うっていうのが出足払いで、送り足払いは両足揃った感じで払うと送り足払いという技名になります。自分の足をどちらも横に払うと、足の使い方が足払いとか言われていると。この技をもちろん出足払いとか送り足払いみたいな感じで技をかけて相手を倒すっていうことで使うこともあるんですけど、この技をしてかからなかったさらに次の足払いとか次の技につなげるために足払いっていう足の使い方っていうのをよくするので、その練習、まずは一人でやる練習として、こういう足を横に動かす送り足払いとか出足払いをする練習、足の裏を相手の足に当てるので首を返すような動き形にしておく。足を返して小指が畳にするような動きをするというのが、足払いというか足の使い方。当然足払い片足になるので、足を払う時に自分の体が横になったりとか崩れてしまうと、うまく技をかけることが難しくなってしまいますので、自分の体はまっすぐした状態で足を払うと。で、足を動かすところが、これも足を横に動かす時に膝が曲がってしまう、こういう感じで膝が曲がってしまうやり方をすると、これもうまく足払いできないので、股関節から動かすような足の使い方っていうのをしていただけると足払いの練習になると。で、手の使い方としては、出足払いだと足を払った後に手を下げるというような使い方をするので、足を払った方の手を下げるというような、こういう一人でやる練習、足払いの練習をできると、先ほどの技をかける時に出足払いとか送り足払いで投げたりとか、送り足払いをした後に送り足払いの続きで次の技につなげるとかっていう、この足払い、この足の使い方ができると次の技につなげることができますので、こういう足払いっていう練習方法があるっていうのが一つで、次が足を刈るような感じ、内刈りに相手の足が出てくる、こういう足の使い方、内刈りみたいに足を使うパターンだったりとか、で足払いというか小外刈りもこういうこっち側からこういう出足払いとかちょっと小外刈りというか、そういう感じで使う足の動き方っていうのは、先ほどは横でやってたのを一歩足を下げて自分の体の向きを変えて足を払うっていう、こういう方法。先ほどはこのまま真横にかけてたのを少し自分の体を動かして体の向きを変えて足を払うっていう練習。先ほどの足払いと基本的に一緒で、股関節から膝を曲げないようにして足を払うと。足を払うタイミングが、足を引いて90度向きを変える後ろさばきっていう足さばきを使って足を払うっていう。で、先ほどはまっすぐ前を向いたまんまやってたんですけども、体の向きが変わっても自分の重心軸が崩れないように足を使えるようにするっていうのが重要なところ。手の使い方は先ほどと同じように
払う方の足の手を下げるっていう練習をするとよりかけやすくなりますので、この体の向きを変えて足を払うっていう方法で、最後がつばめ返しとか小外掛けみたいに相手が足をかけてきたところにこう避けてかける、足がかけてきたところにこう避けてかける、こういう使い方だから膝を曲げてから足を払うっていうのが、これもつまめ返しみたいに使ったりとか、このまま小外側にこっち側に行ったりとか、こう内側に行ったりとかっていうような足の使い方だから、足が出てる膝を曲げて、でそこから膝の下をうまく使うようにして足を払う、膝をこう曲げて先ほどみたいにこう股関節から払う前にちょっと膝をうまくこう使って足を払う練習、足を使う練習というのもやっていただけると、先ほどみたいに小外刈りみたいにこちらからクッとかけて相手を下げさせといて次の技につなげると、こう内刈りもさっきはこう引き出してかけたのをこのまんまこっち側にかけてから次の技につなげるとかというような感じで使うことができます。この膝から回して足をかけるっていう足の使い方っていうのも練習してください。基本的なこの足を横に払う方法と、体の向きを変えて足を使う方法で、あとはこう膝から下をうまく回して足をかける方法と、全部こう、足を払うっていう意味では足払いなんですけども、足の使い方、足技がちゃんと使えると、足技だけでも投げることができますし、そこでうまくかけれなくてもそこで相手を崩すことができて次の技につなげることができます。足技っていうのが使えるといろんなところで使うことができますので、足払いの練習一人で練習をして、そこから相手を使ってとか足の使い方っていうのを練習していただけるといいかなと思います。こういう練習の仕方もぜひやってみてください。今回は技をつなげるための足払いの練習について解説をしました。今回の動画が参考になったという方はチャンネル登録、高評価、コメントなどしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。ありがとうございました。足払いとかとしてよく言われていると、足を払った後に手を下げると、足を払った後に手を下げると、振り足払いをした後に送り足払いを行くふりをしてっていうか、送り足払い、技をつなげるための足払いの練習について、動画を最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。それでは次の動画で会いましょう。